こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味ありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは、中高年初心者を対象とした世界の株価指数からコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインっていった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、それから証券会社の方を貼ってありますので、よかったら参考にしてください。また銘柄とかね、操作方法、リクエスト、コメントをお待ちしてます。で、このチャンネルに共感できる、また応援したいよっていう方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日のタイトルの前にまた画面ですけども、世界の、人口推移、1950年から2100年ということで、途中 AI がまたシミュレーションしてね、人口を算出します。ちょっと今日本がいなくなっちゃいましたね。最近この、なんていうかな、グラフを見て、ちょっと楽しんでるのが好きだったので、世界の、なんていうのかな、未来というか、人口増えるところに僕も投資したいということで、今ちょうどインドが中国を抜いてますね。2040年で。はい。ちょっと楽しんでいます。さて、それでタイトルの方ですけれども、久しぶりに世界の株価指数のアップデートをします。銘柄としては、ナスダック、S&P500、ビックス、からダウ、日経、インド、香港、ドイツ、一気にやりたいと思います。で、火曜日からね、動きなので、どうなるかということでアラート設定をしたいなと思ってます。GMO クリック証券で、レバレッジコントロールを含めてね、最後にお話もしたいなと思います。ポストプライムの方をね、また金額の方、ブログで書いておきました。今回、画面を出したいと思いますのでね、よかったら見てください。ポストプライムの方をね、ちょっと時間取ってしまったんですけど、またね、ガチで、トレードの方にしっかりやっていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、早速ですけども、世界の株価指数の、チャート分析と、エントリー、アラートですね、設定をしていきたいと思います。で、後半にGMO クリック証券のエントリーに対する注意事項、レバレッジですね、こちらの方の、解説もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。8銘柄ですので、もうチャートの方はもう線も書いてあります。画面の方がナスダック100ですね。こちらの方は、前々回か、すでに、解説を済んでて変わっていません。上昇トレンド、下降トレンド。で、金曜日の終値が下げてきていました。これチャートの方が金曜日の終値で止まってますのでね。火曜日の10時半から夜のね、動くと思います。はい、止まったところが 15,282 というラインです。で、アラート設定でロングを仕掛けようとしているのが、こちらですね。15,107 のこのラインですね。このラインまで落ちてきたら買おうと思ってます。ただ、ナスダックは証拠金が高いです。レバレッジの関係もあって30万ぐらい用意しなきゃいけないので、もしここに来て本当に買うようだったらね、検討するんですけど、僕の場合は今回投資信託の長期のナスダックレバレッジ100という方にSBI 証券でやってるんですけども、年に何回か落ちた時にね、買おうと思ってたので、そちらの方でガツンと購入したいと思って設定をしています。なので、今回 CFD ではエントリーをしない予定です。する方はね、30万用意してくださいということになります。はい。チャートの方はこんな感じになってますね。では次行きますね。はい。こちらは、S&P500 の先物の4時間足になります。ちょっとシナリオの方をね、赤の線と青の線で、上抜けた場合と下に落ちる場合のシミュレーションを書いておきました。で、エントリーについては、僕はS&P はやらないです。CFD は。イデコの方で積み立てをしているので、値動きを見ているという状態ですね。CFD だと、8万円ぐらいは必要だと思います。ここに線をつけておいたんですけども、下がってきた時に買った方がいいなと思う値が、レジサポラインの4363というラインですね。で、一部ポストプライムの方で S&P ショートする人もい
たみたいなんですけど、多分ショートするんだったら、この一応三尊みたいな形になっているこの右肩のちょっと上ですね。このライン4489までもし上がってきたらショートエントリーもいいのではないかなと思うんですけども、今週か FOMC の関係でこのままってくるかちょっとわからないですよね。とにかくこの三角持ち合いに今なっているところどう動くかになりますけど、的にはちょっと下目線、ここまで下がってくるかから下目線ではあります。はい。では次行きますね。こちらのチャートなんですけども、ビックスのウルトラショートという、CFD、GM をクリック証券でやってる商品になります。4時間足です。で、この CFD の方ではビックス指数のビックス指数っていうのはS&P500 の恐怖指数ですね。なので、S&P500 が下がった時にこのビックスが上がる。ダンさんのとこでもビックスとかやってますよね。見てる方は知ってますよね。実際に今のビックスも商品としてあるんですね。こちらの方は、もう、仕込みが終わってます。はい。今日ちょっと時間があって見せれるかな。またちょっと一応このチャートには書いてあるんですけども 27.1 差し値売り 0.2 ずつ15個とあります。S&P が落ちる、ビックスが上がる、ビックスがこの地点まで上がった時にショートを仕掛けるんですね。もう本当これ説明が下手くそですいません。で、一応このアラートの方が 27.1 のところで鳴ってます。だからこれ鳴ったらエントリーができるという状態になっているということです。で、15個っていうのはここから 0.2 ずつ上に上げてってるんですよ。という意味で15個仕込んでるということ。チャートの方は見ての通り下落一辺倒のでなんかあった時にポーンと上がるというチャートになってます。なので、上昇トレンドを入れてません。はい。駆け足ですいません。じゃあ次行きますね。こちらのチャートは、ダウの3倍ブルという、チャートになります。ダウ自体のチャートもあるんですけど、この、GMO クリック証券でこれ人気商品なんですが、割と証拠金が低くて、で、3倍のレバレッジが効いてるので、少ないお金で楽しめるという意味で人気があります。値動きが荒くて、僕的にはこれ相当チャート見てる人じゃないとギャンブルになりやすい銘柄だと思ってます。金曜日の終値が 73.73 になってますね。はい。ダウの方は 44,462 で止まってますね。先物は。こちらの方は指数がちょっと値段が違ってますね。3で、一応設定しているのはロングで 70.32 というところ、このラインですね。ダウもこの FOMC で発表で落ちてきたら、ただね、ダウまあまあ今も十分落ちてはいるんですよね。200日移動平均線からここ、タッチしてるので、ここからもう一段落ちるとするなら、サポートラインで 70.42 というところになります。ここだったら買おうかなと思ってます。証拠金も安いので、買えるかなと思いますね。はい。じゃあ次行きますね。皆さん多分結構研究されている日経ですね。もう、ちょっと僕もポストプライムの方で日経いろいろ言われてるので、チャート分析なんかおこがましくて、皆さんすごい分析されてるからね、どうかわからないんですけど、僕はですね、ダンさんも言ってたのこれショートするのかな日経。危ないっていうなんか動画出してました？ちょっと最近全部ダンさんのが見れなくていけないですけども、こちらの方ですね、やっぱりちょっと今足踏み状態になってるので、私の方は、3480ですね。ショートエントリーをしようと考えてます。この時点が、そうですね、2021年の今この値が2月の時の値でかなり高い値なんですよね。長期で年末まで3万4000、5000とか上がっていくだろうなっていう話もね、出てるんですけどね。はい。で、こちら僕はアラートが1個ね、昔鳴らしてたのが 27,400 まで落ちたら買うって言って、落ちる前にバーッと上がってっちゃいました。なので、一応設定をこのアラートをこう引っ張りますね。こう引っ張ってぐーっとこうレバーを持ってって、ここですね。出ますね、こうやって。で、ここで保存するとアラートが再設定になります。はい。しまった。また他のやつアラート鳴らしてないので、ちょっと収録後にアラートを設定するようにしますね。すいません。それでは次行きますね。
インドです。インドはですね、ずっと置いてきぼりになっちゃってですね、金曜日初めてちょっと終値落としたという状態です。ただですね、なんかニュースでデルタ株じゃないですけど、出てましたよね。不安材料があるのかなということで、ここまで落ちてくるかわかんない。とにかく、追いかけることはインドはちょっと今できないので、アラートの方はね、前回同様、16,340 というラインで、はい。あともう本当にサポートがないんですよ。ここもあるか。17,320、それから16,596 という、ここはサポートラインが入ってる。ちょっとサポートライン入れるか。ここと、それから、ここですね。本当にインドは今週とかの話じゃなくても、落ちてきたら買いたい、長期で持ちたいと思っている銘柄であります。はい、次行きます。香港50です。香港はね、そうだ、中国の不動産バブルのことがあって、また一回金融関係もそうですけど下がっちゃったんですよね。ちょっと本当にこの香港はどうなっちゃうんだろう。やっぱ中国の影響大きいので、僕もう一個CSI 中国の方、今日はちょっとチャート分析できないですけども、でも中国株テンセントも持ってますので、ちょっと心配ではあります。中国じゃない、香港50ですけども、一応設定はロングで考えてまだまだ先落とすだろうということで、かなり底値ですね、これも。去年の2020年の9月、それから2020年の5月、ちょっと僕のモニターで見えないです。すいません。はい、このラインですね。23,231 というところで買えたらなと思うんですけど、でもこれはやっぱりアラート鳴らしてもまだわからないですけどね。アラート鳴って、落ち方を見ないと、ちょっと本当に香港はわからないです。本当に思います。一応アラート設定はしますね。今、香港買うっていう人、あんまり聞かないですよね。23,218 アラート設定しました。これは一応エントリーというよりも、またアラート見てからの様子見だと思います。はい。駆け足でいった最後ですけど、ダックス、ドイツですね。これはですね、実は、収録ができなかったんですけど、9月の9日に買ったのか。9日ですね。赤いヒゲが出ているとここでアラートが鳴ったので、落とした時に買いました。なので、こっから、実は、利確寸前だったんですよ。そのまま、アラートを鳴らすのを忘れてしまって、落としてしまって、元に戻ってきちゃったんですね。しかも、来週からの FOMC の関係で影響があったら、このマイナス圏に来てしまうかもしれないという、ちょっとこれはミスですね。完全にヒゲでちゃんと捉えたのに。で、今のこの位置っていうのが、15,491かが、チャート4時間足で見るとわかるんですけど、まあまあ止まってるんですね、ここで。はい。止まってますよね、たくさん。これを本当に来週パカンと落としたら、すぐ、僕アラート設定してて、15,382? もうここまで落としたら、もうサポートがありますけど、この下行っちゃったら、もうロスカットですね。痛いっちゃ痛いですが、もしドイツを買われるかという方は、この 15,384 このラインは、買い場としてはいいと思います。はい。チャートの分析とアラート設定、急いで言いましたけども、後半に GMO クリック証券の証拠金のレバレッジの方法や、金額をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは後半になりますけども、GMO クリック証券の株価指数のレバレッジについて注意事項と戦略をお話ししたいと思います。画面の方ですけど、インフォメーションの画面になってます。こちらですね。まず上から来ます。日経225の先物の証拠金が30,081円です。この前にですね、株価指数は IG 証券も同じだと思うんですけど、レバレッジが10倍です。なので普通にただチャート見れないで10倍でやっちゃうと、もうほんとギャンブルになります。ロスカットされちゃいますね。で、証拠金が3万円なので、レバレッジを5倍に最低したい。ですので、6万円必要と
考えてください。で、もしもっとレバレッジちょっと5倍だと怖いなっていう方は証拠金を4倍。数学で言うと反比例ってわかりますかね。例えば証拠金を2倍増やせば、レバレッジが2倍落ちて、証拠金を4倍増やせば、レバレッジを4分の1にするという風に考えればいいと思います。僕の場合は5倍でいきます。やってます。今ちょうどドイツも5倍でやってますね。日経が6万円。5倍の場合ですね。それから米国30。こちらがダウですね。ダウは3万7千円なので7万4千円ですね。から、S&P500 の先物が4万8千、9万6千円。10万円ぐらい用意してください。で、次ナスダックですが16万8千円です。かける2倍ですので、33、4万ですね。これでも人気があるんですよ。インドですね。19,700、4万円ぐらいで取引をしてます。イギリス飛ばしますね。で、ドイツ今やってるのが、約2万円の2倍だから4万円でやってますね。香港が3万5千円ですので、2倍だったら7万円になります。駆け足で言いましたけど、だいたいお金がどれぐらいいるか安全にですよ。しかも1ロットですね。これ、10ロットとかやってる人見たことあるんですよ。とんでもないですよ。多分、短期間でロスカットされたらペンで破産しますね。僕は楽しく、長期で積み立てをしていて、短期は値動きを見て、本当にちょっと小遣いを稼ぐっていう意味でやってます。YouTube とかだとやっぱりいくら稼いだとか、ハイレバでどうだとか言った方が再生回数は増えるかもしれないですけど、そこじゃないんですよね。もう本当に生のトレードを見ていただいて、で、CFD のこういったトレード画面見せてる人があんまりいなくて、IG 証券のトレードとかもノックアウトオプションだったかなは動画で見るんですけど、なかなか普段のこういった様子もね、見れないので、本当誰か情報があれば教えていただきたいなと思います。で、今、縦玉の方を最後紹介しますか。今僕がエントリーしてるのが、この銘柄になってます。インドネシアの株価指数、金のブル。金はもう、この間ちょっとロスカットしました。コーンも先日多分動画出してますけども、ちょっと一回落ちて戻ってきた状態ですね。まだちょっと含み損です。中国も3倍ブルも含み損です。ただ、2600円しか入れてないので、そんなに大したことないです。あと、テンセント、初日やばかったですけど、一応もう1万円プラスになってますね。どうなるかわかんないですね。中国はまだ。で、ドイツ、先ほどちょっと話したプラマイゼロになっちゃいました。そうですね、これ、プリカ。もうかなりほっといてますけど、いつか上がるだろうと思って、少額でやっているという状態です。はい。で、今週ですね、いろんな動きの中で何か一つ二つまた変えたらなと思っている状態であります。はい。ちょっと今日駆け足になっちゃいましたけど、またね、今週もね、楽しくトレードしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。